冒険企画局の斉藤隆義さんです。斉藤隆義です。何もない村、どんなゲームなんでしょうか？ファンタジー RPG です。その世界の中で村人をやるゲームです。村人なんですけれども、世界的な英雄、そういう人が村人を装って暮らしている。基本的には正体を隠したまま村で平和に暮らせている。そこにゴブリンの村屋が攻めてきたりするんですね。これと戦わなきゃいけないんですが、力を隠しながらどうにかしたい。村長のお母さん、きちんと説得していかないと敵に回っていきます。アベイラさんを中心としたボートが結成されます。厄介だな。黒帯チャンネル。皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。本日の黒帯チャンネルは初出演となりますスペシャルなゲストをお呼びしております。冒険企画局のゲームデザイナー斉藤隆義さんです。どうもこんにちは、斉藤隆義です。テーブルトーク RPG を作ったりだとか、いろんなゲームのシナリオを書いたりしてやっております。斉藤さんとはこれまでワールド2ワールドとかを始めてですね、主にデジタルゲームのシナリオのお仕事でいろいろご一緒させていただく機会多かったんですけれども、こういう動画とか、こういう形でお話しするのは初めてだと思うんですけど、意外にあんまり出られないのは顔出し NG とかっていうことではないんですか？そういうことはないですね。たまたまそういう機会があんまりないということで、そんなに出てこない人みたいな結果的になってしまっている。そうですよね。結構川島さんとか出られるけど、ちょっとレアな感じですよね。川島が出るときには僕は出なくてもいいだろうみたいな、そういうの。そうですね。トーク慣れてらっしゃるね。斉藤さんの TRPG というと、冒険でもですね、差別サイエンスとかハンターズムーンなんかは僕個人的にもたくさん遊ばせていただいているんですけれども、割と平野くんとか川島さんとかと比べると、尖ったゲームを作られる方という僕は印象を持っているんですけど、本人的にはどういう感じなんですか？自分では尖ってるつもりは全くないですよ。むしろ平野くんとかの方が尖ってるんじゃないかと自分では思っている。そんなところがありますね。忍び神とか遊んでて、ハンターズムーン出た時かな、リプレイでいきなり全滅するじゃないですか。しますね。あの時とか、って思って、あ、そうか、これ川島さんじゃないんだ、斉藤さんなんだって、あーって思いましたけど。面白いかなって思って、ね。だからファンの方も斉藤節が好きな方、たくさんいらっしゃるのかなと思いますけれども、そんな斉藤さんが制作されました最新の TRPG 何もない村が1月29日に発売予定です。この今収録時点では発売予定ということなんですけど、多分この動画が公開されるのは1月末ぐらいになると思いますので、おそらくこの公開されている時には発売されているかなと。そうですね。何もなければ発売されているはずです。という作品になります。何もない村というタイトルがですね、発表されたの2025年11月か12月ぐらいだったかなと記憶してるんですけど、詳細な情報なしに、所影ないまんまずっと Amazon のページがあって、みんな割とざわざわって、なんだろうこれ、何のアナウンスもないんだけど。確かにね、タイトルだけ見るとホラーの RPG みたいですよね。ね、いろいろ想像は膨らむけど、村みたいな。一応そうか、下に TRPG と斉藤さんの名前だけ書いてあったので、なんか新作の TRPG、サプリじゃないよねみたいな感じで、割とファンの間では謎のタイトルみたいな感じでざわざわしていたと思うんですけども、今日はですね、斉藤さんご本人からこのタイトルの魅力や楽しみ方についてたっぷり語っていただこうと思っております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、まず最初に、何もない村ってざっくりどんなゲームなんでしょうか？ここにね、映ってるパッケージイラストでは何もないどころかですね、やややばい村っていうか、ドラゴンがいたりとか、やばい雰囲気がプンプンしているんですけれども。どういうことをするゲームなのか。まず、ファンタジー RPG です。剣で戦うファイターがいたり、魔法使いがいたりといったヒロイックファンタジーのゲームですね。その世界の中で村人をやるゲームですね。PC は村人なんですか？村人なんですけれども、ただの村人というわけではなくて、世界的な英雄、例えば、魔王を倒し、王になり、そこから失踪した人とか、世界最高位の魔法使いで、そこから失踪した人であるとか、それこそさっきのね、倒された魔王であるとか、そういう人が村人を装って暮らしている。能力としてはいろんな強い能力を持っているんだけど、村人として暮らしている人たちが PC。そうですね。になるんですね。国をひっくり返すレベルの個人的な能力を持っている人が、その力を全て捨てて、村で農作業をやっている。その理由はいろいろあるってことなんですかね。そうです。いろいろあります。いろんな事情で。それはちなみに何人プレイぐらいが推奨ですか？プレイヤーとしては2人から4人。なるほど。複数人の何か事情のある人が村人を装って暮らしてると。そうです。2人から4人のヒーローが村人を装って暮らしてる。同じ村になんかいると。ちなみにクラスの種類って何種類ぐらいなんですか？今のところ10種類用意されてまして。じゃあいろんな立ち位置があるんですね。そうです。プレイヤー側がいると敵がいると思うんですけど、みんな村で暮らしてれば平和で終わっちゃうと思うんですけど、敵がいるんですか？みんな基本的には正体を隠したまま力を出さずに村で平和に暮らせている。
まさに何もない村なんですけれども、はいそこにゴブリンの群れが攻めてきたりするんですね。ファンタジーエネミー的なのが。はい、これと戦わなきゃいけないんですが、村人勝てないんですよ、普通の村人はね。でもそこで、俺は魔法使いだって言って、バーンって倒しちゃえばいいじゃないですか。ただ、それをやるとですね、これまで村人として暮らしてきて、築いてきた生活であるとか、村の中で築いてきた人間関係であるとか、そういうのが危険にさらされるんですね。村人として農業やってる時は仲良かった村人が、急に強大な魔法とか使うと、怖みたいな。そもそも村人じゃなかったというのが明らかになってしまうので、なるべくですね、本当の力を隠しながら、ゴブリンの群れとかをどうにかしたい。王道ファンタジー RPG の文脈の中にありつつも、レベルアップとかする必要ないぐらい超強い力を持ちつつ、その力をセーブしながらっていうのかな。見せないようにしながら、なんとかゴブリンだとか困難を倒していくみたいな。ゴブリンだけじゃなくていろんなものが来るんですよね。たまにね、レベル1で D&D とかやるときに、俺は高名な魔法使いだったんだが、膝に矢を受けてしまって、今1レベルの魔法しか使えないんじゃみたいな、もともと強かったロールプレイとかすることはありますけど、それがデフォルトっていう感じなんですかね。面白い。PC としては世界のカンストレベルのキャラクターで正体を隠し、なかなか本気を出せない、そういうゲームになってますね。舞台はそういう村になると思うんですけど、この村ってどんな村なんですか？ファンタジー世界にある森を切り開いて作られた開拓村で、人口100人いないぐらいですね。明確に決まってるんですね。はい。基本的には森を切り開いて作られた畑と家と風車小屋ぐらいしかない。本当に何もない村。そこにはですね、暮らしている村人の設定なんかもいろいろありまして、必ずどんなシナリオでも出てくる NPC が2人いまして、村長のオーソンさんっていう人と、村長のお母さんのバベイラさんっていう2人は必ず出てきて、村にやってきた脅威の説明をしたりだとか、導入役とかゴブリンが攻めてきたんじゃっていうみたいな役目なんですかね。オーソンなんかは基本的には脅威がやってきて、やられて絶望して全てを投げ出す役です、ね。もうダメだ終わりじゃーっていう役。お母さんもいるんですね。それと10人ですね、ルールブックの範囲だと。ランダムに PC の人数だけ登場する重要村人って呼んでるんですけど、それは用意されてるんですね。そうです。キャラクター付けとか能力が設定された村人が10人ぐらい用意されてまして、これは同じシナリオを遊んでも必ずランダムに現れます。なるほど。どんな人がいるかっていうと、村で生まれた悪ガキであるとか、あと冒険者に憧れて、こんな村嫌だから絶対出ていきたい、冒険者になりたいって言ってる村娘だとか、寡黙で信用のおける狩人とか、あとは村一番の力持ちとか、そういうね、ファンタジー RPG の村にいそうな人、こいつたちが PC との関係を表とか使ったりして、これまでの村の生活で PC と一緒にやったこと、あったこと、なんか設定された上で出てくるんですね。さっきちょっと途中で話が切れた村長のお母さんのバベイラさんがですね、脅威が暴れたり、それに対応して PC が本当の力、剣で切っただけで山を吹っ飛ばしたりだとか、何もないところから浮かぶ城を呼び出してそこからビームを撃ったりだとか、まあそういうことができるんですけれども、そういうことをやって暴れ出すとですね、村のパニックゲージっていうのがどんどん上がっていって、それはじゃあ数値があるんですね。これが一定の値になると、村長のお母さんのバベイラさんを中心としたボートが結成されます。ボート、暴れる生徒の徒ですね。はい、村人が徒党を組んで暴れ出し、脅威と PC の両方を敵に回してですね、危害を加える。さっき言ってたような頼りになりそうな狩人とかも、敵に回る可能性がある、人間関係のケアとか、自分たちのやることを信用してもらうみたいな感じで、きちんと説得していかないと敵に回っていきます。厄介だな。そのボートが結成された時の起点になるのがお母さん。そうです。村長の母親バベイラさんは必ず敵になるんです。だから村長とバベイラさんは絶対必須 NPC なんですね。オープニングを語らなきゃいけない村長と、たまにボートになった時にスイッチ役になるお母さんがいると。バベイラさんは、お前らがこの災いを呼び込んだんじゃ出ていけっていう役です。なるほど。僕すごい好きだったドラゴンクエストの漫画でロトの紋章っていうのがあって、敵の軍団が攻めてきた時に、お前が来たからこんな魔王軍に囲まれたんだって言って石ぶつけられて血流すシーンが子供の時大好きで、割と少年漫画だとわーって英雄だーってなるところをリアルだとこうだよねって思ったことあるんですけど、結構そういう感じですよね。そういう感じですね。村人もゴブリンの群れとか、それよりすごいもいっぱい来ますけど、脅威が村に来て暴れて村がもう滅びそうだというのと、村人のふりをしていた、いつでも気分次第で村人を皆殺しにできるようなすごい奴ら、これが両方現れるとやっぱり
そういう感じになっちゃうんじゃないかな。なるほどね。だからそこのバランスを取りながらやっていくっていう感じですかね。そうですね。じゃあ、ハッピーエンドっていうか、プレイヤーの目的はどこにあるんですか？村を滅ぼさずにいること？大前提として目標は自由ではあるんですけど、まず目指すものとしては、村が滅びない。攻めてきた脅威をまず倒す。その上で、村から追放されない。村は助けたけど、残念ながら追放されてしまったっていう、ちょっとビターなエンドもありっていう感じですかね。なるほど、なるほど。そこが塩梅なんですかね。そうですね。村人って普通の RPG だったら割と単純に守るべき対象、守ったら今回のミッション成功っていうところなんですけど、その守るべき対象が裏返ってボートになって襲いかかってくるっていうのはなんて愚かで残酷な世界なんだっていう感じがしました。ワールド2はワール2っていうゲームで異世界転生しちゃう魔王ちゃんのシナリオを一緒に作らせていただきました。現代日本の田舎にね、同じ世界の魔王が来る話やりましたね。あの時の村すごい平和だったじゃないですか。もうずっとね、おばあちゃんとかにめっちゃ魔王のね、丸ママックちゃんが可愛がられて、いい人しかいない。いい人しかいなかったのを一緒に作ったことがあるので、なんてひどい村なんだと思って、同じ村なのにこんなにひどいんだと思ってね、ニヤニヤしてしまいました。人物とかね、地図とか僕もちょっと見せていただいたんですけど、かなりね、細かい設定が NPC とかも用意されているので、GM がある程度自作の脅威とか作った時でも引き出しがいっぱい用意されているので、すごい遊びやすいなという印象がありました。あとですね、僕もルールブック目通させていただいたんですけど、すっごい好きな設定が、神様が生まれてこの世界がこうなって、エルフの時代があってみたいな、よくあるファンタジー RPG の一番初めのところにある世界設定のパート、そこがすごいひどくて、好きだったんですけど、ちょっとそこをご紹介していただいてもよろしいでしょうか。まあね、基本的には村の話だけをやる RPG ですよ。だから、村とは全然関係ない設定ではあるんですよ。その辺のはね。PC が村に言いはするんですけど、世界レベルのヒーローなので、その辺の設定に必要だということで、ファンタジー RPG の設定みたいなのを書かせていただいたんですが、説明しますね。ファンタジー世界ですよと。で、一番最初にいたのは邪神の群れで、神様が世界を作りましたという感じですよね。でもそれがそもそも邪神。全部邪神だったんですよ。複数いたっぽいんですが、全部邪神で、力の源が知的生物の苦しみや狂気といったネガティブな感情。高まるとパワーアップするってことね。そうです。自分で苦しめた人たちが苦しむと強くなる。強くなる。っていう仕組みで動いてる。確かに邪神だ。そういう邪神同士でバトっていたのが一番最初なんですが、その邪神も勝ちたい邪神がいたので、より高度な苦しみのために高度な知的生物が必要だということでエルフっていうのを作ってですね。知的なレベルが高いほど高度な苦しみを味わってくれるからエネルギーがいっぱい取れるみたいな。これでエルフを強く作りすぎたせいで、邪神はみんな世界から追放されるんですね。エルフによってってことですか？そうです。エルフが反逆して邪神を全部追放する。その時にエルフ以外の種族もいろいろ苦しむために作られた奴らがいっぱいいたんですけれども、その中にドワーフがいて、ドワーフが邪神の人を苦しめると力が取り出せるっていう仕組みをですね、エミュレートした機械を作ってですね、これにエルフを放り込むとすごいパワーが取り出せるぞってことに気づいてしまうんですよね。邪神がやってた仕組みを技術でトレースしたってことですか？そうです。エルフの脳を中に入れてすごい魔力を取り出すエルフマシンっていうのを山ほど作ってですね、それを使って戦争を始めるんですね。つまりその機械の中には動力源としてエルフが入ってて、そいつはずっと苦しみを与えられてめっちゃ強いエネルギーを出すっていう。そうです。ひどすぎる。そのエルフよりエルフマシンの方が強いのでより高度な苦しみを与えられてるからってことですよね。苦しんでないエルフより苦しんでるエルフの方が強いっていう。で、そういうのがあって、ドワーフが世界を征服してエルフを滅ぼすんですけれども、絶滅したエルフの呪いか何かで、一晩にしてドワーフが全員いなくなるんですね。邪神の時代、エルフの時代、ドワーフの時代がそこで終わると。ドワーフが全員いっぺんに消えて、そこまでですごい力を持ったやつ、邪神、エルフ、ドワーフみたいなのが全部いなくなって、そこより数段パワーの落ちる人間とか魔族とかの時代が始まりますよっていうのが世界設定ですね。が舞台ですよってことか。そうです。ドワーフとかエルフマシンみたいな遺跡として残ってるみたいな感じですかね。そうですね。生きてるエルフマシンがたまに残っている。じゃあこの今の世界には神様いないんですか？エルフが作っていた人造結晶神キリラファルっていう名前がついてるんですけれども、自分の意志をそんなに持たない、自分の意志で力を振るうことができない神のパワーの名残みたいなやつがいてですね、こいつを人間が信仰してます。信仰みたいな概念はあるんですね。ありますね。この神って言ってるんですけど、空を飛んでいるでかい結晶の塊みたいなやつでして、見えるんですね。普通に空飛んでるのが見えるんですね。これが天候操作とかしていて、それで世界が住めるようになってるみたいな、かなり植物的な。装置みたいなものなんですかね。はい。そのキリラファル、世界に唯一残っているとされている
神ですね。これが代行者みたいなものを指定して、その人の指定する奇跡を使うみたいな感じの神なんですけど、代行者とかもやっぱり村人になって、その PC として選べるそうですね。ことってことですかね。村人として暮らしてます。いやー、最高です。救いのない感じ。いやいや、悪い奴らはみんないなくなってるんですよ。エルフかわいそうだなっていう感じですね。そうですね。エルフはエルフで悪いことはいっぱいしてるので。なるほど。そうやって平和になってきたかなというところの村に悪い奴が現れるということなんですね。ここまでね、お聞きして、スタンダードの TRPG とはお作法が違うのかなと思うんですけど、シナリオってどういう感じになるのかなみたいな。村長から導入があって、最後まで行くと、どういう段取りで進むのかなみたいなところ、最初はガイドになるようなシナリオがあった方がいいのかなと思うんですけど、シナリオとかって収録されてるんですか？そうですね。ルールブックには3本収録されてまして、それぞれパワーレベルが違うんですけど、一番最初に遊んでね、みたいなシナリオとしてさっきのヒーローがいっぱい潜んでいる村に攻めてきてしまうかわいそうなゴブリンたち、ゴルワイボ族っていう名前がついてるんですけれども、彼らがまずいます。彼らが様々な残虐行為を働くのを頑張って止めたりですね、どんどん何お前はみたいな感じで倒していったり。それがベーシックな形っていう感じですかね。さらに強い敵が現れるようなこととか、ややこしい敵が現れるようなシナリオが入っていると。そうですね。あともう一人が世間一般にすごい恨みを抱いている悪い魔法使い。魔法使いが来てしまう。このシナリオだと村の地下にですね、すごい地震を引き起こせる流脈みたいなものが眠っていて、じゃあその村の場所を狙ってきてしまった悪い魔法使いが、実は村には超強いやつが4人ぐらいいたみたいな。ちょっと思わぬくですね、その魔法使いも。あんまり気づかなかったみたいな。なんですかね。気づけるけど、後には引けないんですね。なるほど、なるほど。もうそこしかないからってことですね。あとは、ルールブックの中に入っている中では一番強い敵としては、ドラゴンがいますね。ドラゴンは基本的には火のドラゴンとか氷のドラゴンとか、そういう属性を持ったやつがいますみたいな設定を作ってるんですけれども、死のドラゴン。おー、強そうなやつが村に来てしまって。基本的にはいるだけで周りの生き物が死んでいくっていう。なるほど。存在する天才みたいなやつが。じゃあそれをなんとかしなきゃいけない。そこぐらいまでになると平穏な村の生活に戻るのはかなり困難な気がしますけどね。そうですね。ニモナ村っていう村なんですけれども、村ができて8年目みたいな設定なんですが、ニモナ村ができてから8年間を全部巻き戻しさせられて、もう一回やるみたいな感じになるんじゃないでしょうかね。いろんなね、バリエーションのシナリオが収録されているということなんですけど、ひとまず最初はノリをつかむためには、公式のシナリオを1本2本遊んで。そうですね。特にゴルワイ部族ですか。ゴブリンとか。かわいそうなゴブリンたちで遊んでいただいて、存分に蹴散らしていただいて。ノリが分かってきてから、いろんなルールブック読み込んで、自作のシナリオとか、作っていくといいのかなっていう感じですかね。あと、同時期ぐらいに出るロール&ロールの方に、世界中の人間を猫にしようとしている魔女。じゃあ、その村人もどんどん猫にされちゃう。猫にされちゃう。そういうシナリオが入ってますね。一旦シナリオを考える時の起点は、どういう脅威が来たら面白いかなっていうことを考えて、そこから作っていくって感じですかね。村人にどんな悪いことをしてやろうか。してやろうかなっていうことを考えて、そこからか。初めに伺った時に、7人の侍みたいな感じのシナリオを作りたいなとか思ったんですけど、7人の侍って能力発揮しちゃうじゃないですか。もっと隠れてる感じなんですかね。そうですね。なんか殺伐としたやつやりたいなと思って。なんかでもシナリオを作ってみたいなと思います。ありがとうございます。はい。今、発売前ということで、ウェブサイトの用意とか、その辺をバタバタしながら進めているというところなんですが、発売される頃には間に合っていれば、PDF のダウンロードであるとか、オンラインセッション用のココフォリアのルームデータになると思うんですけれども、この辺は間に合っていれば用意されているはずです、サイトに。この動画の時に間に合ってなくても、準備は進めているので、どっかのタイミングでは提供されるってことで、近々よろしいですよね。オンラインでやる人多いですからね、最近は。このゲームあと、結構、行為判定が独特で、10面体サイコロを山ほど使うんですね。オンラインの方がやりやすいってところはちょっとあるかもしれないです。ちなみにどんぐらい用意しとけばいいんですか？最大で15個。10面体15個はダブルクロスとかを普段遊ばれる方はそんぐらい持ってるかもしれないっていう感じですけど。基本10個ぐらいあるといいかなっていう感じで、バフがつくと15個になったりする。なるほど、なるほど。そのぐらい派手に転がすゲームって感じなんですね。棒キのゲームだとね、D6 振ることが多いから、ちょっと D10 珍しい感じがしますけど、10個振るのも楽しいですよね。ザラザラっとやって、ここからゾロ目を探して拾っていくみたいな、そういう判定なんですよね。
というわけでね、サイコロを用意して豪快に振るのも楽しいし、オンラインで遊んでいただいてもお気軽ということなんですかね。あとはサイトからおそらく誘導されることにはなると思うんですが、小規模なディスコードサーバーみたいなものは用意しておこうかなと。ユーザー交流そうですね。みたいな、タク立てたいですとかオンラインでやりませんかみたいなことがやれるような、基本的にはユーザー同士のメンバー探しとか、ゲームに関する話をする場みたいな感じで、こっちで管理しますとか、質問答えますみたいな感じではないですね。もうちょっと緩いコミュニティを用意するっていう感じですかね。いろいろ動きはあるということなので、皆さんぜひね、チェックしていただければと思います。はい。ありがとうございます。今後の展開楽しみにしております。ありがとうございます。というわけで、クローブチャンネルはゲーム業界の話やゲームの作り方などゲームに関するいろんな話題をお届けするチャンネルです。面白かったという場合は高評価、チャンネル登録をお願いします。また、こんなテーマの話を聞いてみたいなどリクエストございましたらコメント欄にお願いします。はい、というわけで、ではまた次回をお楽しみに。さようなら。さようなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。